はい、歌舞伎町の母、マヤさんとの対談、第2弾です、今年ですね。はい。今回の第2弾はですね、なんと、丸さんツッコミ編ということで。ツッコミどころ満載なんで、なんかね、丸さん、なんか重大発表ってありましたよね、なんかね。はい。何なんだろうと思ったら、断酒って、本当にしてんの？してますよ。本当にいつまで？今日はね、11日目。11日目で、一応ね、まずね、一区切りは、5月の末にインドに行くんですけど、インドに行って帰ってくるまでは絶対飲まない。一応、期間限定？一応ね。一応ね。で、これは、ただ、このままの勢いで、いけるんだったらもう一生飲まないっていうことも、それは選択肢としてある。あります。ただ、なぜこれを始めたのかというと、実はね、去年ね、僕ね、自分の人生の中で、本当に大きな転換があって、この YouTube を作るためにね、チーム 1000% っていうチームを作ったんですよ。ジュンジュンっていうね、元杉淳吾くんっていうのと、ナイスガイっていう片貝文明くんっていうね、この二人が、もともと僕の生徒さんだったんだけど、この二人がすごくなんかね、人間的にも魅力的だし、僕ともなんか馬があってね、この二人だったらなんかこう、手伝ってもらえるんじゃないかっていうことで、まあ相談しながらやったら、1年間ですごくね、僕的にはすごく手応えを感じたんだよね。でもね、その中で、この二人が僕と非常に親しくをしてきたんだけど、親しくしてきたからだけなんだけど、ものすごい、やっぱり、丸先生、それじゃダメだと思いますってね。ダメ出しが入ったんですね。入ったんですよ。で、今までの僕だったら、あんまりそんなダメ出しに対してはね、あんまり聞かなかったっていうこともあるんだけど、これかなりきついダメ出しだったんですよ。で、相当きつかったんだけど、でもね、僕はこの二人のことをものすごく信頼してるから、ここでね、本気で彼らは僕のことを心配してくれて、将来のことを考えたら、ここでやっぱり言うべきことを言わないとダメだっていうね、覚悟を持って言ってくれたっていうのが僕には伝わったんで、でね、この二人のどっちか一人でもね、失ったら俺アウトだなって思ったんだよね。そうか。本当にそう思ったの。だから、今までね、人の意見ってあんまり聞かなかったんだけど、俺って。とうとう人の意見を聞いて。素直に聞くようになりましたか？いや、やっぱり正直言ってね、って思いましたよ。だけど、でも彼らが本気で言ってるから、だからこれはやっぱり、ここで自分がやっぱり人生直さないと、一生ダメだろうなっていうのも思ったの。それと、冷静に考えたら、健康に関してもね、どう考えてもいいんだよね。あそこまで飲む人はあんまりいないですね。そう。で、さすがにね、実は自分では知ってたの。相当やばいなって。やっぱり膵臓も傷んでるし、ここら辺でやっぱり治さないとダメだなっていうのは思ってたし、だからもう一回断酒をして、5年以上断酒をして飲んでなかったんだけど、で、それが、まあ、おみきは酒じゃないなんて言い出た、酒飲みの言い訳。それで飲んでたら、やっぱりだんだん歯止めがつかなくなって、ダメなんですよね。だから、ここで一回とにかく自分の体のリセットをするっていうことも含めて、あとやっぱりね、約束をきちんと守って、やっぱり信頼を取り戻さないとダメだなと思ったのが一つですね。っていうのがあります。で、いつまで飲まないんだ、ずっと飲まないのかっていうことに関しては、これね、インドから帰ってきてから、チーム 1000% のメンバーと相談をして、飲むか飲まないかを決めますか。で、できれば、飲みたいなと思うんですけど、でも好きな人はね。でもね、このね、飲む時の条件をかなり厳しい条件を作ろうと思ってます。まあ一つはね、僕が思ってるのは、一人では絶対飲まない。一人では飲まない。で、飲む条件としては、例えば、1ヶ月に
1回だけはいいとか。断酒の日じゃなくて、OK の日ね。OK の日。だからその OK の日は、要するに、次の日に仕事がない。ない、はい。次の日仕事がない。前提ですよ。それと、必ず楽しいお酒で、やっぱり仲間と一緒の。それ一番です。で、その時は一つのご褒美として1ヶ月に1回はいいよと。はい。それ分かった。私が気学で飲んでいい日を決めてあげます。おーそれいいかもしれない。飲んで大丈夫な日って絶対ありますから。確かに。それいいかもしれないです。大好き、あります。決めます。私が決めます。なるほど。じゃあ、それを楽しみにして、そこまで頑張っていく。頑張りましょう。お仕事頑張ってください。そうですか。ちなみに運勢的に僕の今年の運勢ってどうなんでしょう？超忙しいです。ですよね。だから一番心配なのは過労です。過労ね。入院する可能性もあります。そうなんですよ。だから、酒飲んでる場合じゃないよねって感じだね。ないです。暇がないと思います。そうだよね。気が大きくなって大盤振る舞いしちゃうんですよ。そうなんですよ。でも結構ストレスも溜まりやすくなるので、丸さんのストレス解消ってお酒だったんですか？そうでもない。そうでもないですね。ストレス解消のことを一個決めれば、まあ大丈夫かな。酔っ払い酔っ払った勢いでフィギュア買っちゃうってやつかな。そうなんですか。そう。なんかさ、物買うのに走る人っているじゃないですか。います。ストレス溜まるとね。そう。それはね、だからね、気持ちとしてはわかりますね。だから、丸さんの数字から言うと、まあ、ストレス解消は本当はアルコールなんですよ。まあね。本当はね。あとはやっぱり知的な、なんか勉強するとか、そういうのも入ってるんですよ。2つも入ってるので、そうですね。なんか好きな勉強に没頭する、掘り下げてまた勉強するとか、なんか一人でなんかものをするっていいのかな？そうですね。みんなと一緒も好きなんですけど、結構一人も好きなんですよ。そうですね。そうですね。で、あんまり人に合わせちゃうとストレスが溜まりやすいんですね。そうですね。だから、本当に1週間に1日でもいいから一人になる時間をしっかり作った方がいいです、今年は。そうですね。あと、それやるんだったらね、ちょっと、最近、ちょっとあんまりやってなかったことで、まあ、やろうと思ってたけど、去年やれてなかったことが一個あって、やっぱりね、創作活動をやりたいなと思ってるんですよね。それ一番ですよ。書を書いたりとか、実はね、僕ね、水墨画みたいなのを描きたいと思ってて。じゃあ今年それやってください。龍神描くのをいろいろとやろうと思ってるんですよ。でも道具はもう揃えてあって、すごい。で、もういつでも描けるようになってるんですけど、だからちょっとね、新しい書を書いて、例えば掛け軸にしたりとかね。それいいかもしれない。龍神描いて、それ作って、まあそして欲しいっていう人がいたら売るとかね。そうですね。そういうことやってもいいかななんて。あとちょっと巷の情報なんですけど、私この間ちょっと福岡に行ってきたんですよ、切符取りで。で、まあ、マルさんのことを知ってる方とお食事したんですけど、彼女が言ってたんですけど、マル先生ってすっごいカラオケが上手だって言ってましたけど。そう。マルさんでも芸能界の星も持ってるんですよ。そうですね。だから、カラオケもいいんじゃないですか？ストレス解消に。そうですね。そうですね。なんかすっごい上手だって言ってました。聞いたことない。私はまだ聞いたことないですけど。じゃあそのうちファンサービスで、丸さんと行こうカラオケツアーみたいなね。いいですね、それね。そうですね。そうなんですよ。それ、1ヶ月に1回やるか。そうですね。あと、まあ、丸さんは絶対違うと思うんですけども、ここってやっぱすごく忙しい年なんですよね。で、そうなると、まあ、体がこう弱ってきたり、精神も弱ってきて、そこで、新婚宗教とかに入りやすいんです。最近あったんだよ。そのなんか勧誘というか。本当に？この僕にですよ。それはちょっとおかしいと思いますけど、新興宗教に入りやすい。まあ、新興宗教ではないんだけど、でも、まあ、ちょっとね、不思議な人に出会いまして。そっか。それプラスですね。これ絶対私は、表だったことには書いてないことなんですけども、自殺しやすいっていうのがあるんです。
僕はもうないです。マリさんどうでも、それはもうマリさんどうでもいいことなんですけどね。はいはい、やっぱりその新興宗教に入ったりとか、気持ちが弱くなってストレスが溜まって、もういいやと思って、やっぱり自殺する方も多いんですね、この年っていうのは。それは私絶対書けません。本には書いておりませんけどね。そうですね。できればね、もしそういう心がね、病んでる人がいたら、SOS してくれたらいいなと思いますね。僕自身がね、実はね、僕ね、自殺未遂2回してるんで、僕。そうなの。だから、自殺未遂を2回したことがあって、それで、非常に、何かね、ご先祖様か、霊的なものに助けられたのかで、死ななかったんですよね。で、死ななくて、でも、その後に自殺は絶対ダメだってことがわかるわけですよ。わかりますね。やっぱり自殺したい時ってやっぱり相当苦しいから、やっぱり逃げたいんだよね。もうどうでもいいやっていう感じで。でも、この苦しくても逃げちゃダメだっていうことがもうその後分かって、で、分かった後に、さらに苦しいことを経験したんですよ。そうですか。で、もう、要するに自殺をしちゃダメだっていうのがもう分かってるのに、自殺したいくらい苦しかったの。だから、それで僕は完全にお酒に走ったんですよ。それで完全に荒れ中になったんですよ。だから、要するに生きてる屍。だから起きてる時はひたすら酒飲んでる。本当に。もう最悪ですよ。人間失格状態。だからね、そういう人の気持ちもわかるの。そうか。だからね、これね、やっぱりね、そういうことを経験した人にしかわからない領域ってあるんだよね。そこら辺はね。だから僕はね、結構ね、相談事っていうのは結構多いですよ。だから私も病気の総合デパートみたいな感じなもんで、もちろん癌はやりましたし、椎間板ヘルニアとかいろんな病気持ってますから、だから病気の人が来ても全然大丈夫です。器あります。そうですね。あとね、僕、神官になる前から、スピリチュアルなことに関しては、非常に興味があってね、いろんなありとあらゆるスピリチュアルなことを勉強したりとか、いわゆる霊能者的な人と会っていったりとか、いろいろやったんですが、実はね、霊的な障害って結構多いんだよね。あります。私も聞きました。だから、そういう心が病んでいるとか、もしくは何やってもうまくいかないとかね。そういう時っていうのはね、実はね、霊的な原因でそうなってることってすごく多いんだよね。2割がそうですって。ですね。あとね、病気もそうなんですよ。こういうこと言うとね、医療関係の人に怒られちゃうんですけど、例えばね、アトピーなんかはね、僕かなり霊的障害でアトピーになってる場合が多いと僕は思ってますね。だからね、もちろんね、健康のね、問題がある人は、基本的には生活習慣を変えるとか、食べるものを変えるってことがベースなんですけど、これはもう絶対やらなくちゃいけないんだけど、プラス、僕はね、霊的な払いをするべきだと思うんだよね。はい。それはあると思います。で、霊的な払いは僕もある程度できるんだけど、専門家がね、何人かいるので、この専門家の人たちに、相談して払ってもらうっていうのがいいと思いますね。はい。そうです。ただね、専門家の人とね、僕すごく親しくしてる専門家の人が何人かいるんだけど、やっぱりね、命がけなんだよね。そうなんですよ。だからね、そういう霊的な払いをする人ってね、払うと、逆に取り付いてる人にね、お前余計なことすんだってね、逆にね、乗っかってこられちゃうってことがあるんだよね。だからね、おいそれと、覚悟のない人はちょっと紹介できないなっていうのがあって、そういうことがあってね。だから僕もね、去年そういう人が相談に来て、これは電話相談でやってたんですけど、そっからね、僕ね、やっぱりね、憑依されたんだよね。で、憑依されて何が起きたかっていうとね、まずね、霊的なもののね、障害って本当に起きるんだけど、まずね、電化製品壊れるんだよね。電気系統行かれるのにすっごく多いの。だってね、僕ね、電話セッションした直後に、加湿器が動かなくなった。加湿器なんてさ、だって壊れないでしょ。1年経ってないんだよ。1万円以上する加湿器が、いきなり電源入れても
電源は入るのに、ふーって消えちゃうの。あんな単純なものが。あ、そう。まあ、そういうこと起きるんだよね。はい、起きますね。起きますね。不思議なことは絶対あります。ね。はい。ということでね、なんか、わけのわかんない話になっちゃいましたけど。なんかあったら、うちら二人に聞いてくださいって感じです。そうですね。はい。そうですね。まやさんに相談するときはどうすればいいですか？概要欄にも貼ってきますが。概要欄に書いてあります。はい。まやさんは、ちなみにちょっと宣伝してください。どういうシステムなんですか？ホームページを見ていただければ、電話番号とアドレスと書いてありますので、そこで予約をしていただければ、遠方の人は LINE ビデオ通話で、ちゃんと対面方式でできますので、あと、東京と金沢行ったり来たりしますので、タイミングが合えば対面という観点になります。対面じゃなくて、電話とか LINE でもできるってことなんですね。LINE の対面の、LINE ビデオ通話ですよね。そうなると対面と全く同じになりますので、結構最近多いです。LINE ビデオ通話が。しかも、僕ね、いろんなところで言ってるんですが、本物は安いっていうことをよく言ってるの。で、まやさんも本物だと思うんだけど、料金ものすごくお安いんですよね。この間、マルさんに注意されて、来年からちょっと上げますけど、大体普通30分5000円、1時間1万円なんです。普通の占い師さんって。私一応40分5000円で、60分8000円にしたんですよ。これもう絶対上げろって今言われたんで、来年多分、手帳に8000って書いちゃったもんで、上げられないんで、来年普通の占い師と同じような値段に上げたいと思っております。はい。良心的ですね。本当にね、本当に、口コミで評判のいい、歌舞伎町の母、まやさんにね、ぜひ、ご相談ください。はい。そういえば、締めようと思ったのにいきなり思いついたんだけど、なんだっけ、六本木のおいかなんかいたっけ？原宿の老いか違ったっけ？代々木の老いですよね。代々木の老い。原宿の母のお弟子さんです。お弟子さんで、代々木。島田秀平くんですね。島田秀平。はい、います。あれナイスガイが原宿の老いになろう。そう。ナイスガイが原宿の老いになろうとしてるんですよ。なろうとしてるんですね。だから原宿の老いもそのうちね、そのうちでデビューします。はい。ということで、今日もね、見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。よかったと思う人は、高評価ボタン、まだチャンネル登録をしてない人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、また見てくださいね。じゃあ、またねー！バイバイ！バイバイ。問い合わせ、連絡先はこちらまで。info、いやさか369@gmail.com。ぜひ、連絡待ってまーす。